げで落ち着いておりますわね。いろいろあったが、ティリスが少しでも意識を取り戻したのは大収穫じゃ。しかしここからどうすればいいかの。そのことなのですが、クロノリープをしてティリスが融合される前に戻るというのはいかがでしょうか。確かバシュラールが言っておったじゃろ。すでに実践したが全て失敗したと。ええ、ですが彼がまだ試していない方法がありますわ。バシュラールが私を連れて行く前に戻り、クロノゲートを壊してしまうのです。はい。お主は何を言っておるんじゃ。そんなことをしたら。この問題の源はバシュラールが私とアバリティアシェルの融合を試みたことです。つまりバシュラールがこの時代に来られなければ、私が連れ去られることもなく。ティリスがシェルと融合することもない。バシュラールはあくまで私とシェルとの融合を前提とした上で動いています。だからクロノゲートを破壊するという行為にまで及べなかった。それが失敗の原因ではないでしょうか。でももし未来に戻れなくなったら、あなたはボルディゲンに。この時代で起動しているクロノゲートは神がかりの御柱のみです。仮に私が食われたとしても、未来に戻れなくてはボルディゲンとてどうしようもありませんわ。お主は自分の時代に戻れなくてもよいのか。ティリスの、ひいては星の未来のためなら、私は喜んでこの時代に生きるものとなります。あ、この時代よりちょっぴり前ですわね。過去の私と会わないように気をつけなくては。じゃあ私も気をつけないと。いえ、過去に戻るのは私だけですわ。あなたは一緒に来る必要なんてありませんのよ。わかった、わしも付き合おう。下僕の面倒を見るのは主の務めじゃ。意気込みは結構じゃが、過去に戻るためのクロノグラムはあるのか。それはわしらなら当てがあるぞ。シャルロットに頼めばよいじゃろう。シャルロットさんがクロノグラムを持っているのですか。あやつが持つペンダントの中には高純度クロノグラムが入っておるのじゃ。さあどうする。一緒に過去に行ってください。私と共にその時代で生きてください。あなた方と一緒なら私は何も怖くありません。よし、わしらの手で過去を変えてやろう。あ、なんじゃ。いや、すみません。はい。さて、
そうですね。はい。うん。ティリス、大丈夫です。時空は安定していますわ。戻る時間は私たちがサラムザードに着いた頃、ティリスがバシュラールと連絡を取る前です。行きます。アリシアの5か号。無事指定した時間に着いたようです。ではさっさとやってしまうか。下僕よ、思いっきり壊しまくるがよい。徹底的に完膚なきまでにやりましょう。自己修復機能が効かない中枢部まで丹念に。そうじゃそうじゃ、グワーッとバシーッと未練もへったくれもなくやってしまうがよい。サラムザートでシャルロットさんを襲った。来るぞ。こやつらなぜここに。アリシアのご加護を。クロノゲートが。なんとかならんのか。ダメです。もう止められません。お前たちに未来は変えられない。何度でも過去に戻ればいい。そうして自分たちの首を絞めなさい。ああ、でももう戻れないですね。絶望の未来を見て死ね。ここは2000年後の世界。まさかこの時代へ飛ばされた。なぜ。あれを見るのじゃ。滅びの未来。世界が飲み込まれていく。星の獣。早く戻って。お主は。このゲートは星の獣によって壊される。だから早く。この時代から二度と戻れなくなれば。アリシアのご加護を。あなたも早く。大丈夫。あなたなら。戻って来られたのか。なんとか。今は過去に飛んだ直後になりますわ。振り出しに戻ったというわけか。はあ、なんだか一気にことが起こりすぎて頭が混乱しておるぞ。私もまだ事態が飲み込めておりません。あの武装集団の男、クロノゲートの起動ワードを知っておったな。ありえないことです。あれは限られたものしか知らないはずなのに。しかも滅びの未来のことまで。未来。あれが
この星の行く末。本当にわしらの文明は滅びるのじゃな。だからこそその未来を変えるんでしょ。そうです。その通りですわ。そのために私はここに来たのですから。よし、もう一度過去に戻るぞ。今度こそクロノゲートを破壊せねば。もしかしたらまた襲撃されるかもしれません。慎重に参りましょう。何、むしろ好都合じゃ。今度は生け取っていろいろと吐かせてやろうぞ。クロノグラムが。そんな。いかに高純度クロノグラムとはいえ限界があったのでしょう。じゃがそれではもうクロノリープが。ここにおっても仕方がない。外へ出ようぞ。シャルロットにペンダントを返さねばな。中身をなくしたとはちと言いにくいが。ええ。のう。ええ。おう。はい。いえ。うん。悪化している。アイネイ。カーベイン。どうしてここに。君が心配だったから。一体何があった。さっき見つかりに目覚めの兆候が出たの。すぐに結界を張り直したから大丈夫。ただ前より力を使うから。あれは何なの。アインレインはここで何を。それにあれ、あの人確かティリスさん。あれはアバリティアシル、神の御使いとも言われておる。話せば長くなるのじゃが、お主らにも知ってもらった方が良さそうじゃ。聞いてください。私たちがたどってきた時の旅路を。
ガリア親族。クロノリープ、歴史が変わった。過去に起きたことを変えるだなんて。神様。疑われても仕方のないことですわ。荒唐無稽な話ですもの。最初にペンダントを貸した時のことを思い出したの。あの時あなたたちは必死だった。時を超えてエイリンゼさんを助け出すために。今の話が嘘だなんて私には思えない。だから信じるわ。師匠、あれが半年前に飛んでこなかったら、ヨルクは。カーベイン。今できることをしよう。その方がヨロ君も喜ぶ。そうだな。うん、あいつならきっとそうだ。さてと、事情が分かったところでティリスさんを助ける方法を探しましょう。アインレインだってこのままじゃ大変だしね。はい。ごめんなさい。さて、供物ですか。それなら精霊祭の終了後に全て神に捧げております。今お渡しできるとしたらこういったかけらぐらいです。とてもこれだけでは。今年も精霊祭はやるんじゃろ。できればその時に作る供物を渡してもらえんか。その件ですが、先ほど精霊祭の中止が決定されました。神事に必要な精霊の歌姫が揃えられないのです。精霊の歌姫って精霊祭の主役じゃない。供物を作るには3人の歌姫が必要となります。しかし2人は広告による襲撃の際に死亡、残る1人は喉を痛め故郷に戻っておりまして。私歌姫に立候補します。歌にはかなり自信があるわよ。聞いてみる？よし、聞いてみよう。そう簡単な話ではありません。いいですか？歌姫になるにはどこまでも行けそうな自由な翼、時を越えて光をたどるの。千年先も私迷わず誓う愛のままに星の彼方待ってて、あなたが好き伝えに行くよ。どう？確かにあなたはかなりの歌い手のようですが、歌姫を務めるには資格が必要なのです。ご覧なさい。この供物が反応しているだと。もしかして合格だったりする？驚くべきことですが、あなたには歌姫の資格があるようです。やったー！じゃあ一人は決まりね。ちょっと待て。君は武装集団に狙われているんだぞ。精霊祭で歌うなんて目立つことをしたらまた襲われるかもって。もちろんその危険はあるけど、それよりも今はクロノグラムが必要なんでしょ。アインレインだって体を張っているじゃない。だったら私も自分にできることをしたい。それに
人気急上昇中、新進気鋭の旅する歌姫、麗しのシャルロットを売り込む何よりのチャンス。仕方がない。くれぐれも無茶はしないでくれ。イエイ。この調子で歌姫を揃えれば精霊祭もできるのではないか。よし、あと2人何としても集めてみせようぞ。ええ。うん。よし。はい。ああ。すみません。そうじゃな。とうとうやってきたの。外大陸じゃ。ここはマグナ大陸とは違ってな、人が増え始めたのは最近のことなのじゃ。奥地にはまだまだ未開の場所も多い。さあ、新たな冒険の舞台がわしらを待っておるぞ。なんじゃと。おりゃ。のえ？やれやれ。ああ。
ええ、なんといややれやれ。のええ、やれやれ。えへえ、さてと、よし。のはい。ふむふむ。うん。ここじゃな、ララフォルテの言っておった場所は。この奥よね。心配するな、俺たちがついてる。あれ必要な材料まであと一歩じゃというのに。任せておいてください。師匠、行きましょう。うん。
ありとこれで薬は作れそうか？待ってって。礎に一筋のシルエット立つ慈しみ深きは魔の紡ぎまとわれし類なきこの恵みかの愛がもたらす我らのそのすごい。さすが精霊の歌姫というところか。完全あなた方のおかげで治りました。喋れない日々のストレス、そこからの解放。今私は圧倒的自由を手にしたのです。おめでとう私、ありがとう神様。そして全てを愛してる。君はとても明るく元気な人だったんだな。喋れるようになってよかった。悲しそうな顔より笑顔の方が似合っている。やだ、そんなまっすぐな褒め言葉。何にせよ喉が治ったのはめでたいことじゃ。精霊祭には出られるか？もちろんです。私はみんなの歌姫ララフォルテ。この声で私の虜にしてあげる。それ私の決め台詞かぶってるから違うのに変えて。あらあら、私が先輩なんですよね。では後輩は先輩に従いましょうではアインレイン様にご挨拶に行きましょう。元気になった姿を見てもらわなきゃ。さてさてこりゃそうですね。レイクラウしたりるばりミモラスフォーカライイファユバイレイワレイクラウス。この歌こんなんじゃったかの。以前からこうなんだ。でも彼女は歌が本当に好きで。なあシャルロット、歌姫として何かアドバイスを。どうした？あまりの下手さに絶望したのか？わからないけどすごく懐かしくて胸が苦しくなって。懐かしい？ティリス！
まさか今の歌で変化が現れたのか。それならレクラウスタリルバリミモラスフォーカンライイファユバイレイワ変化なしか。この歌とは関係ないのかな。とにかく偶然にしても状況が改善されたのは喜ばしいことですわ。ティリスの意識は確実に浮上してきている。なんじゃと。オーケー。ダメです。さてあ大丈夫。やれやれ。手を伸ばせばすぐに届くよ。未来が目の前に。おや、お主ミルレーネじゃよな。超絶美少女フェステちゃん。それに先生を助けてくれた冒険者さん。もしや歌姫候補とはミルレーネのことじゃったのか。どうやらそうみたいなんだ。お二人のお知り合いですか。でしたら話が早い。いかがでしょう。精霊の歌姫の件引き受けてくださいませんか。ご覧の通りあなたには歌姫の資格があります。おい。はい。うん。例の金属板とやらはこの奥じゃな。たくミルレーネも人使いが荒いのう。ま、大した手間ではあるまい。パパッと見つけてしまうぞ下僕よ。ミルレーネのやつ奇妙な遺跡と言っておったし、金属板はここで間違いなかろう。現れおったな。蹴散らしてしまえ下僕。おほん、よっしゃー。
さてふっふっふやれやれ。きたはい。そうねレイグラウシュタリルバリンミモラスフォーカンライイファユバイレボレイグラウシュタリルバリンミモラスバイリシタレイカスメルダイスウェディモシオフェロンおこんな感じおう。えそんなふむふむ。ええ。うん。はは。これよりアステルリーズ精霊祭を執り行う。全信徒に通達せよ。ふむふむ。さてお皿って割れやすいものなのですね。確かに割れやすいが100枚単位で割るやつはなかなかいないと思うぜ。ある種の才能だな。まあまあ亭主、この方が割った分は私が弁償しましょう。怪しいものではないですよ。ただ単に美しい方が困っているのを見るのがしんどいだけでして。いいえ、見ず知らずの方に己の失敗の肩代わりをしてもらうなど、そんな失礼なことは。ああ、なんと姿どころか心までお美しい。これは運命だ。どうかな、軽くお茶でも。
無情な時の流れを前にあなたのような方と二度と会えなくなっては悔やみきれませんからね。こりゃお主確かユーゴと言ったな。アンハルト公国の高等文官がここで何をしておる。これはラウェハラ岬以来ですね。ダンケルクの野望を阻止してくださった皆さん。なんじゃ知っておったのか。その上でわしらを無視したとは性格悪いの。でここで何をしておる。公国からの使者として精霊祭を視察に来たんですよ。教団とは仲直りしておきたいですし、公国兵を貸し出して警備の一端を担わせようかと。謝罪の証として費用はこちら持ちです。連れてきた兵士の宿泊代、食費、さらにお土産代がアステルリーズに落ちて経済も回る、教団も潤う。私は常に皆のことを考えている仕事熱心な男です。というわけでお茶をしに行きましょう。さりげにうちの従業員を連れて行くな。カーベインもアステルリーズにおるのじゃが、ここに呼んでやろうか。嫌ですよ、あんな堅苦しい男。またお説教されるじゃないですか。仕方ない、仕事に戻るとするか。あ、でも教団にも可愛い巫女はいるな。では私はこれで失礼します。お美しい方、いずれまた。そろそろ祭りが始まる時間じゃ。共に神殿に戻ろうぞ。すみませんジェイクさん、今日はこの辺で。ああ、変な男に気をつけてな。ああさて、おう、あらあら、すみません。これから本格的にお祭りが始まるのですね。さてどうなることやら。大丈夫、精霊祭はきっと成功する。させてみせる。なるほど。やれやれ。お願いします。よし。そうじゃな。まあ、ふむふむ。さて、おう、うん、ああ、
うん。ふむふむ。ああ。さて、礎に一筋のシルベット美しい昔からの紡ぎ惑われし類なきこの恵み「愛がもたらす我らの想像」何が始まるんでしょう。私はみんなの歌姫シャルロット。今から私の虜にしてあげる。行きますよー。イエーイ。見上げる空一面瞬く星の雫あればあなたとありがとう優しい人会えない時もずっと私一人じゃないとわかる。いつか聞かせてくれた理想的な未来実は言ってなかったけど同じ夢を追いかけたい想いが希望になった。どこまでも行けそうな自由な翼時を越えて光をたどるの千年先の私迷わず誓う愛のままに星の彼方待っててあなたが好き伝えに行くよ。星ね懐かしくて時々泣きたくなるこれは守られてきた記憶。おやすみ何度だって明日で出会いましょう。どうかやはり現れおったか。何話が違うじゃねえか。こいつでバトルイマジナー恐るるに足らん。下僕よやってしまえ。これで全部か。そろそろ向こうもクライマックスじゃな。どこまで
やれやれ。さて、ありがとうございます。いい加減答えろ。お前たちは何者だ。なぜシャルロットを狙う。お前たちの目的は何なんだ。なんだ、どうした。これは毒か。ダメじゃ、死んでおる。ちくしょう。ちっ。さて、えっといいえ。えっとああ、調子は。貴様に語るまでもない。参ったな。竜族の隊長は見た目じゃわからないんですよね。ましてやあなたはアバリティアだし。でもここでおとなしくしているということはまだ本調子じゃないと受け取っていいですか。図星を突かれると黙りますよね、あなた。竜族史上最強の王なのに。そのあなたをあの者たちはここまで追い込んだ。これは無視できない事実ですね。貴様も随分と手こずっているようだな。お恥ずかしながらですが、そろそろ終わりです。先にいただいても構いませんよね。あの女とアバリティア・シルさえ手に入れば
あとは構わない。いや、もう一人。あれの何がお気に召したのかは分かりませんが、まあいいでしょう。承りました。では私はこれで、どうぞお体をお大事に、竜王様。そう、全ては我らが獣のため。カーベイン、どうしたの？いや、やはり見覚えがあるなと思って。ララフォルテを探しに来た時にも感じたんだが、俺は以前にもこの辺りを訪れたことがある。そう、確か子供の頃だ。俺と両親は誰かから逃げていて、なぜだ？どうして逃げる必要があったんだ？名前は？アデライード。決めたのか？ええ、カーベイン。この子の名前はカーベイン。どうした？大丈夫か師匠？カーベイン。これが光って不思議な光景が見えたの。アデライードという女性が子供のあなたを抱いていた。まさかここに来てその女の名前を聞くと。ユーゴ様。その姿は。こんな場所までようこそ、精霊の歌姫。随分とご活躍でしたね。お主やな、見柱でわしらを未来に飛ばしたやつは。絶望の未来を見て死ね。あの時の追うぞ。ユーゴ様、ここで何をしているのですか？あなたはあの武装集団と関係があるのですか？あれははした金で雇ったゴロつきですよ。一緒にされるとは心外ですね。私はバーンハルト公国の高等文官ユーゴとは世を忍ぶ仮の姿でして、その実は獣の使徒を務めております。はるか先の美しき絶望の未来、そこで星の獣に食われ産み落とされた命、いわば星の意志に選ばれし者、その一人が私です。星の獣の使徒じゃと？ああ、ご心配なく。私は文明を滅ぼすような大それたことはいたしません。私が欲しいのはただ一つ、そこの女の首だけです。どうして私を狙うの？あなたたちの目的は何なの？知りたいですか？そうでしょうね。あなたは何も知りませんものね。己のことも世界のことも未来のことも無知で愚かな女だ。待ちなさい！あいつ。またんかユーゴ！私が何だって言うのよ！教えなさい！女性からの頼みは断れませんね。いいでしょう。昔々、あ、いえ逆でした。遠い遠い未来の話です。我らが獣は目覚め、美しき絶望に包まれた未来、一組の夫婦が生まれたばかりの我が子を遥かな過去へと送り出しました。無垢な赤子を滅びが確定した未来で育てるのは忍びなかったのでしょうね。しかし成長した赤子は自らの意志で未来に戻り、それは立派な指導者となった残された人間や親族たちをまとめ上げ、獣に抗う愚かな生存戦線の指導者、それがお前だ、シャルロット。
あの中のクロノグラム、あれはあなたがクロノリープした時に使ったものだったのよ。私が未来から。待って、それじゃあパパもママも滅んでしまう未来にいるの？ご両親の愛に感謝ですね。おかげであなたはこの時代でのんびりと生きてこられた。ご両親の行動は無駄でした。他ならぬ私があなたの命を。ユーゴ様、これ以上逃げても無駄です。おとなしくしてくだされば悪いようにはしません。アデライードの息子に忌まわしき仇敵、それと予想外の邪魔者におまけの味。誰がおまけじゃ。いやはやまさかですよ。これらがきれいにつながっていたなんて。全ては未来のあなたの思惑通りですか、シャルロット。知らないわよ。どうして俺の母親の名前を出す？あなたは何か知っているのか？あなたの率いる生存戦線は涙ぐましく戦いました。種族を超えバファリア親族すら取り込んで、その中心たるあなたを獣は疎んだ。踏み潰せば死ぬありでも噛みつかれるのは不快ですから、我ら人は獣のために動くことにしました。より正確に、より確実に邪魔者を消すために、過去に送られた子供のあなたを殺すことにしたのです。しかしクロノゲートで飛ぶ直前、あなたの側近により邪魔をされた。バファリア親族の女戦士アデライード、その名を聞くたびに傷がうずく。母さんか。シャルロットと同じ滅びの未来か。おいカーベくそ、しまった。ちょこまかと逃げ回りおって。そこが知れるの。大方アデライードからもそうやって逃げておったのではないか。私の目的はシャルロット。アデライードなどどうでもいい。本当に忌々しい女ですよ。あれとの戦いの余波か、私は指定した年代よりずれてクロノリープしてしまった。あなたが送られた時代より4年も前に到着ですよ。これにはさすがに参りました。母さんはどうなったんだ？さてね、あなたの方が知っているのでは。こちらはあの女に受けた傷のせいで再起20年以上かかりました。挙句イマジンシードになってまで私の前に現れる。まったくなんて執念深い。そうやっていつまでも人の邪魔ばかりするから、あんな最後を迎えるのですよ。母さんを連れ去ったのはカーベリー、後ろじゃ。番狂わせの冒険者、あなたの存在は私を苛立たせる。全員の首をここにさらしてあげましょう。母さんを連れ去ったのはお前たちなのか？いいえ、違いますよ。嘘をつくな！あなたは優秀な文官だった。ヨルクもあなたを慕っていたのに。ああ、ヨルク、あれは本当に良い子でした。思った通りにダンケルクを動かしてくれた。何？私はね、バファリア教団を潰したかったんですよ。獣にとって邪魔なものは全て排除したかった。だからダンケルクに広告を乗っ取ってもらって、教団と親族にダメージを与えようと思ったんです。ですが、あの生真面目な御人をどう操っていいものか悩みまして。まさか。ええ、ヨルクをわざと疑似アバリティア計画の実験体にすることで事を成したというわけです。ダンケルク様は
あなたを信用していたのに。私には政治は分からんとぼやいてましたね。ヨルクはあなたを目標にしていたのに。覚えの良い子だった。ダンケルクとは似てなかったな。母親に似たのか。カーベイン、あなたは母親に似ない方がいい。目障りで殺してしまったくらいですから。貴様！みんな避けて！人の命を道具にしようって。あっちよ！逃がしてはいかん！どこへ行きよったユーゴのやつめ！今のアバリティアシェルの状態は理想的です。異物を取り込んだことで暴走しやすくなっている。つまりそれは獣の目覚めを早めることに他ならない。ユーゴ。しかしあなた方はそれを止めようとしている。それはいけない、許されない行為だ。自分に不都合だからと過去を好きなように改変する身勝手なことだとは思いませんか？シャルロットを殺そうとしたお主が言うか？しかもわざわざ赤子の時を狙ってまで。それは構わないでしょう。獣のため、ひいてはこの星を救う大義のためですよ。はあ？未来のためにもお前は死ぬべきだ、シャルロット。それはこっちのセリフよ！行こう。何ここ、なんだか気持ち悪い。おや、時空の歪みは気に入りませんか？私には心地よい空間なんですけどね。ユーゴめ、何を企んでおるかは知らんが無駄なあがきじゃ。今度こそ逃がさんぞ。あなた方もしつこいですね。こんな場所にいないで過去へ戻ってお仲間を助けることを優先すべきでは？お主の腹の内は読めてきたわ。わしらが過去へ行けばお主に有利に働くのじゃな。おや、短絡的に動いてくれた皇女様とは違いますね。揃ってあの頭なら獣もお喜びになるのですが。まさか私たちが過去に飛ぶたびに獣が活性化する？クロノリープこそ獣が滅ぼすべき行き過ぎた文明の象徴です。過去へ飛ぶたびに獣は刺激され活性化する。アバリティアシェルはその影響を直に受ける。そしてお仲間は苦しみと絶望に沈んでいく。事態を悪くしているのはあなた方自身なのですよ。過去も未来もあなた方には変えられない。全ては無駄なあがきですが、まだ戦いますか？先輩、それで私たちは戦う。自分に酔った英雄気取りが言いそうなことだ。あなたが何者か知りませんが、どうやら捨ておくわけにはいかないようだ。人の子よ、獣の力で引き裂かれることを光栄に思うがいい。そうか、こいつは。だからブルディリンがここまでだ。騙されましたね。まさかこんなカードが伏せられていようとは。ここまで手こずるのはアデライード以来ですよ。何をブツブツ言って！下手に動くな！ただの目くらましじゃ。ユーゴめ、どこへ？これは忘れ去られたクロノゲートですよ。
今では使う者もいない。神がかりの見柱だけではないのか。アリシアの嘆きをお主、まさか飛ぶつもりか。その傷では死ぬぞ。これ我ら獣の使徒にはこういう使い方もあるのですよ。獣よ、死にを通じて我が身を食らいたま絶望しろ全てに。何が起きたんだ。あいつはユーゴは獣のためにしか動かない。あっ、典型の聖堂へ早く。あいつの言ってた写しみってアバリティアシェルのことじゃない？大変です。アバリティアシェルが突然動き出したんです。それまで何もなかったのに。ユーゴ！テレス！消えた。そんなティリス。あの声、母さんの。アバリティアシェルと言ったかな。あれのせいで獣が活性化している。師匠！師匠ってお主たち。たくましく育ったね、カーベイン。やはり君には英雄の資質があったみたいだ。君が言うまでもない。希望の落とし子をここで使うのはもったいないけれど。お主、何を。動けない。これが僕の役目だから。今何をしようとした。そうか、なるほどね。僕のいつものやり方は通用しないようだ。だがこのままでは獣が目覚めてしまう。アバリティアシェル本体を処理しなければ問題は解決しない。処理って師匠！まずはアバリティアシェルを探すことだ。君たちもそうするといい。